こんにちは、こちらスティーブです。今日はね、もう日本語で話するわけですよ。で、特別なゲストがあります。カズ・ラングエージズのカズさん。こんにちは。こんにちは。で、僕のビデオ好きであれば、ぜひ、サブスクライブしてください。で、今日はですね、日本語で僕、カズをインタビューしたい。なぜかというと、はい。カズさんがいろんな言葉ができるわけですよ。で、はい。僕は日本に9年間結んでて、はい。そのマルゼンブックストアとかどこ行ってもですね、もううん。英語しかない。勉強するうん。外国語というのは英語。う半分以ん。上は英語。はい。で、少し中国語とスペイン語。うん。韓国語。はい。そんなもんですよね。はい。それで、そしてよく言われるのははい。もう日本人がもう英語しかう興味ないん。と。はい。しかし、カズさん、ちょっと自己紹介的にその自分のチャンネルはどういうあ、そのはい。あれですね、内容なものと、あ、そしてカズさはい。んはどんな言葉を勉強したかと、ちょっあ、と紹介、私のオーディエンスに紹介してください。はい。僕がその言語を学習する目的っていうのは、やっぱりその人と関わることが一番僕は興味があって、なので、その言語ってあの、すごい力があると思ってて、なのでその人と関わる中でその人のリアクションとか、あとその言語を学ぶことでその文化へのリスペクトにつながると思ってるので、今このチャンネルではいろんな人といろんなもう世界中の国の人とその人の母国語で話すっていうことをやっていて、で今、話す言語は日本語、英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、インドネシア語、ロシア語、アラビア語を勉強してます。面白いのはね、はい。あれですよ。あの、ロマンス系のね、はい。例えば、フランス語、うん。イタリア語、ポルトガル語、はい。それだけだとね、うん。言えばうん。やりやすい。うん。しかし、カズさんの場合は、インドネシア語、うん。アラビア語、うん。スラブ系の言葉、はい。それからヨーロッパの言葉、はい。なんか幅広い、うん。興味ですね。はい。はい。どういうふうにどの言葉を勉強するか、どういうふううにん。選びますか？そうですね。僕がその新しい言語を勉強するときに、特に大事にしてるのが、すごく逆に全然違う言語を学びたいっていうのが思っていて、例えばその文化っていう観点でもそうですし、そうです、その生活だとか、その日本と全然違う国の言語を学びたくて、なのであえてそのラングエッジファミリーが違う言語をいろんな世界中の国をできるだけ学びたいなと思って幅広く選択してます。ヨーロッパ行きますとね、よくはい。こう、モンドリンゴモンドっていうか、うん。そのどっかのそのパブでね、はい。いろんな人が集まって、はい。そしてみんなそのできる言葉、うん。言語ですね、うのそん。の旗がこう胸に貼ってですね、そして楽しそう。回ったりですね、はい。そしてみんなお互いにいろんな言葉で話するわけですよ。はい。で、もちろんヨーロッパはもう隣の国がもう言葉が違うわけですから、はい。そのいろんな言葉のできる人が結構いるわけうーですけれども、ん。日本の場合はどうなんですか？こういうそのいわゆるポリグロットにうん。対するそういういはい。ろんな言葉を、はい。言語を勉強したいとか、そういう動きっあていうか、あるんですか？あ、そうですね。まだ日本ではあんまり普及はしてはいないんですけど、やっぱり特に最近英語への熱がすごい高まってて、昔は全然もう日本人全然日本語話せないっていう風に言われてたんですけど、最近は結構変わってきてて、英語を真剣に学うん。ぶ人も増えてきていますし、例えば大学とかで第二外国語っていう感じでなんかスペイン語とか中国語とか結構いろんな言語が選択できるので、そこで選うん。択する人もいますし、やっぱりちょっと言語に対するその姿勢がみんな変わってきてるのかなっていうのは感じてます。英語だとかね、はい。あるいはスペイン語、ロシア語ですうん。ね。はい。その、いわゆる compelling input ですね。うん。コンテンツが、はい。いろんな面白い内容のものがね、ポッドキャスうん。トだとか、うん。テレビ番組とか、いはい。ろんなものがあるんですけれども、はい。
僕はね、アラビア語の場合はちょっと苦労してるわけですよ。苦戦してますよ。適切な、そのオーディオ、そしてそれにそのいわゆるテキストもついててですね、しかし僕のレベルでと、なかなか探しにくいんですよね。で、インドネシア語、僕も全然知りませんけれども、どうでしょう、インドネシア語、アラビア語で、その、カズさんに合うような、そしていわゆる興味のある、レベルも合うようなその勉強内容、その勉強のその材料を探すのはどうなんですか？難しいですか？そうですね、かなり難しいですね。特にそのアラビア語のエジプト方言がすごく難しくて、全然インターネットにもなくて、なのでやっぱり基本的には YouTube と Netflix を見ることが多いですね。そうですね。確かに YouTube が非常にいい源ですよ。YouTube というのは。いや、本当に。そうですね、YouTube。そのレバノンのものも結構あるんですよ。レバノン。だから、僕アラビア語でちょっとコンフューズしてますね。時々レバノンのものを聞いたり、エジプトのものを聞いたり、スタンダードアラビア語を聞いたり、なかなか難しいですね。いろいろありますもんね。そうですね。今もう日本に住んでいらっしゃいますか？もうほぼずっと日本に住んでます。今からどっか外国へ行くその計画ございますか？そうですね。今やっぱり言語学習に集中したいんですけど、来年か再来年あたりでその自分が勉強した言語が話されている国を旅行したいなって思ってます。なるほど。そういう旅行というのはやはり、言葉を勉強してね、苦労して、一生懸命勉強して、した後、その国へ行くとですね、もう夢みたいなんですよ。特別な夢みたいですよ。本当に使える。本当に実際の毎日のその生活にその一生懸命勉強した言葉を使えるというのは大変なその楽しみですよ。そうですよね。そうですね。具体的にどこの国、南米とかヨーロッパとかロシア、あるいはエジプト、どこ、インドネシアは一番近いでしょう。そうですね。まずインドネシア、たくさん友達がいるのでインドネシアも行きたいですし、特に南米は、ポルトガル語もスペイン語もどっちも勉強したので、そこを回りたいっていうのもありますし、世界中行きたいです。まあ、なかなかいいですね。僕は、やはり、誰でも、一つの外国語だけじゃなくて、いくつかの外国語を勉強できるはずなんですよ。そして、今、インターネットとか MP3 とかね、そういういろんな技術があるから、前よりもずっと勉強しやすくなったわけですから。そして、非常に一人の人生もそれだけに豊かになりますから、本当に、カズさんのように、我々同じあれですよ。言葉をあれですよ、発見する。発見ですよね。いや、恐縮です。それで、いずれカズさんの YouTube のいわゆるリンクをね、ディスクリプションボックスのところへ残します。Bueno, vamos a hablar algunas palabras en español, en francés, ¿no? Bueno. ¿Qué es el idioma que hablas el mejor de todos los idiomas que hablas? O sea, de hecho fui a España como estudiante de intercambio, así que creo que español es mejor. Sí, creo que sí. Y mais le français aussi, parce qu'on a parlé en français. Pas de difficulté avec le français, je crois. Ah oui. Je pense que la prononciation c'est très difficile, mais en fait c'est le grammaire, le vocabulaire, c'est un peu similaire avec d'autres langues romances. Donc oui, ça facilite à apprendre le français, mais oui, c'est absolument, oui. Ok. Et voilà, une langue que je ne parle pas, c'est l'indonésien. Est-ce que tu peux dire quelque chose en indonésien? Si. Salamku namaku Kazma. Aku lagi belajar bahasa Indonesia. Kayak aku nggak pikir bahasa Indonesia nggak terlalu susah. Tapi aku suka orang Indonesia banget.
jadi aku lagi belajar ya. わかりましたのは、バハサインドネシア。 Bahasa Indonesia. だけ。しかし、まあ、将来、場合によっては、このインドネシア語も勉強する。OK! はい。どうもありがとう。いろいろ楽しかったです。頑張ってください。ありがとうございます。僕よりもずっと若いですから、これからもう、さらに10も20カ国語を勉強してください。頑張ります。Thank you so much. Okay. Thank you. Bye bye.